結果としては割と個性を出す方向でオリジナル感がある塗り方になったかなとは思います。結構大きめのエフェクトを自作しようと構想していたので、なかなか苦戦しました。どうもリペイントチャンネル MA マンです。今回は鬼滅の刃の一番くじの煉獄さんを塗っていきたいと思います。皆さんは鬼滅の刃の映画は見に行きましたか？私は上映から少し遅れて見に行ったんですけど、もうねめちゃくちゃすごい迫力で圧倒されながら最後の方は泣いちゃったりとかして、うるっとしながら見てました。その映画でも死闘を繰り広げてた煉獄さんをですね、今回は二次元塗装をしていきます。今回はフィギュアの本体を塗るのももちろんそうなんですけど、以前に塗った禰豆子の時とはちょっと変わってエフェクトと台座を自作していきたいと思います。造形は正直まだまだ全然慣れていないので時間もかなりかかってしまったりとかして苦労もしたんですけど、そのことについてもお話ししていきたいと思います。そして今回のテーマはというと、心を燃やせですね。やっぱりこの言葉が一番グッときましたし、見ているこちらの心ももう本当に熱くさせてくれたので、この燃やすというところも存分に表現できるように塗っていきたいと思います。はい、このチャンネルでは既製品をワンランクへのかっこよさにするをモットーにフィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をしていただけましたら嬉しいです。またフィギュアの塗装技術を上げるためのフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営してるんですよね。まだ立ち上がったばかりなんですけど、筆塗りの塗装が好きとかワーブラシ塗装好きとか電飾好き、台座ジオラマ作成が好きとかフィギュアの造形が好きとか、どんな人でも参加してほしいなと思ってますので、興味がある人は概要欄の一番下の方をチェックしてみてください。じゃあ塗っていくよ。ではリペイントしていきます。今回はまずリペイント前にフィギュアの分解と洗浄をしてあります。胴体から頭を外して、あとは羽織も外して3分割してからリペイントをしていきます。しっかりと洗うことで塗料がフィギュアにしっかりと乗ってくれるので、サフを吹かずにラッカー塗料でリペイントをするときは特にしっかりと洗って油分や付着物を落としていきましょう。まずは肌をリペイントしていきます。煉獄さんの場合はしっかりと体服を着こなしているので、肌部分はあんまり見えないスタイルですよね。なので肌の部分は顔と手首から上の手だけでした。この一番くじの煉獄さんはとってもシンプルな肌だったんですが、今回はメリハリのあるカラーにしていきます。表情なんですけど、このフィギュアはきっと子供たちにも受け入れられるような万人受けする感じに、結構マイルドな感じの可愛い煉獄さんという印象だったんですけど、リペイントをしていきますので、せっかくだったら表情も変えていっていきたいと思います。変えていくといってもですね、片目を潰したりとか流血をさせたりとか口を閉じたりみたいな感じで造形を変えていくというわけではなくって、あくまで表情を表現で変えていくみたいな感じですかね。絵柄を変えるというか塗りで変えていくといった感じにしてみます。やっぱり顔が変わるだけでも全体の印象はガラッて変わってくれるので、顔をどんな風に仕上げていくかを考えて塗っていくのは楽しい作業ですね。今回の肌の色のポイントとしては、影などの暗い色はちょっと深みを持った赤系の色を使ったりしてみました。やっぱり煉獄さんっていうと赤っていうか火とか炎のイメージがもうありますからね。次に髪の毛ですね。煉獄さんは黄色ベースに毛先が赤の髪の毛なんですけど、ここは色彩の印象的には大きくは変えずにリペイントをしていきます。ベースの色となる調色したイエローを毛先の赤以外の部分に塗っていきます。塗り終えたらベースのイエローよりも暗めのイエローを調色して、今度は影を描くようなイメージでアクセントになるような雰囲気でバランスを見ながら塗っていきます。黄色の髪の部分を塗ったら、次は赤い髪の毛の部分を塗るんですけど、赤の部分は元のフィギュアの赤よりも発色のいい鮮やかな赤色で塗っていきます。暗めの赤も渋くてかっこいいって思ったんですけどね、今回はそれよりもパッともう目に入ってアクセントとなるようにしたかったので、鮮やかな感じで仕上げていきたいと思います。
そういえばこの鮮やかさ、彩度って塗料に触れてたりとか、色に仕事などで日常的に触れている人なら意識しているかもしれませんが、今までフィギュアを集めるのが趣味でちょっとリペイントしてみようと思った方とかにとっては、なかなか分かりにくいこともあるかもしれませんよね。そもそもこの鮮やかさとか彩度って色の三原色ならぬ色の三要素の一つなんですよね。なんかよくわからない単語出てきたって思っちゃうかもしれませんが、実はすごく単純なんですよね。その3要素とはズバリ明度、色合い、そして鮮やかさです。私もリペイントをする時とか絵を描いたりする時に結構意識をしてます。例えば赤という色でも改めて見てみるといろんな赤がありませんか？例えばレンガのようなくすんだ、赤だったりとか、あとバラのような赤だったりとか、一言で赤って言っても微妙な違いがあると思います。その微妙な違いにこの色の3要素が絡んでるっていうことなんですよね。例えばバラのような赤だったら綺麗な赤を想像されると思うんですけど、これは鮮やかさが高いからですね。逆に鮮やかさを低くしていくと最終的には灰色に近いような色になってきます。くすんだ色のようになっていくので、ちょっとレンガっぽくなったような色になっていくっていうことですね。もう一つの明るさに関しては、これは文字通りで、色が明るくなるとどんどん白くなってきますね。最後の色合いに関してはすごく簡単に言うと色味の違いっていうことなんですけど、黄色みが強い赤とか青みが強い緑とか、紫なんだけどちょっと青みが強いとか、そういう感じですね。厳密に言うとちょっと変わってくるかもしれませんが、そういった色味の違いっていうことですね。私はそんな頻繁に見ることはないんですけど、色相関とかを見てみるとなんとなくわかるかもしれませんね。色の3要素に関しては私も全てを網羅してるわけではないんですが、気になる方はぜひ調べてみてください。はい、少し脱線してしまいましたが、次に服を塗ります。煉獄さんは体服ですね。羽織で外からは見えなかったんですけど、しっかりと背中に滅っていう文字がプリントですかね、プリントされてました。そして服は5層の色で塗り分けていきます。1層目はベースで、初めは元々の成型色のままで進めていたんですが、後になってやっぱり似たような色を作って塗ることにしました。2層目から4層目まではどんどん色を明るくして塗り分けていきました。この体服って基本は黒というか深い茶色というか、ほぼ黒的な感じの色だと思うんですけど、アニメとかイラストとか映画とか見てると、そこまで暗い感じの色じゃないんですよね。というのも煉獄さんの炎のその反射の光が入っていたりとか、あとはイメージ的なものを合わさってるとは思うんですけど、光とか、まとった炎の光を感じるような色合いが結構強く印象づいてると思います。なので私は今回は炎の光をイメージするようにして塗っていきました。光の部分は特にダークレッド系の色とかピンク系の色とかも使いながらリペイントをしていっています。はい、次は足元の塗装です。足元は煉獄さんはキャハンのようなものが足首部分にあるので、その塗装とあとは草履と足袋の部分ですね。キャハンの部分は赤と黄色の配色になっているので、ここは髪の毛の赤と黄色の部分と同じような色で塗っていきます。あとは足袋の部分は体服の色と同じ感じでリペイントをしていってます。この旅の部分も鬼滅の世界観が出ているからね、結構好きです。次は羽織の部分のリペイントですね。ここのリペイントは結構表現に悩んだ部分の一つですね。グラデーションで見せるやり方だったらあんまり悩まなかったかもしれないんですけど、結構パキッと筆跡を見せていく塗り方で塗ろうとしていますので、赤と白の間の黄色のグラデーションの部分とか、あとは白の部分とかをマイルドに見せるか、それともパキッとオリジナル性ある感じでいくかなみたいなところで結
構悩みました。結果としては割と個性を出す方向でオリジナル感がある塗り方になったかなとは思います。白色の部分とあと黄色のグラデーションの部分では一度簡単にエアブラシで同じような色をのせ直してからですね、一旦グラデーションを作ってからその後はもう筆跡を見せる塗り方でいつものようにパキパキと模様を描くような意識で塗っていってます。白い部分はあえて明るい茶系の色を使ったりして個性ある感じの影っぽい表現をしていったり結構遊んでいますので、全体的にリアルな感じではなくって雰囲気重視で楽しんでみました。羽織の内側部分には炎のキノコみたいな表現もアクセントに入れてみました。今までやったことがない表現だったような気がします。この火の粉、飛び散った火の粉を入れる量とか方向とかですね、ちょっと悩んだんですけど、ここはもう私の好みで入れていってます。結果的に良いアクセントになったかなって思います。次に線入れをやってきます。フィギュアの全体に色が乗ったら線表現を全体に入れていきました。鬼滅の世界観ってアニメとか映画を見てた印象だと個人的に輪郭線とかが結構はっきりと濃く描かれているんですよね。線がその荒々しく力強く綺麗な世界観だなという印象があったので、ちょっとアクセントになりつつ世界観も引き出せたらなということで、全部には線は入れないんですけど、部分的に黒っぽい色で、線表現を入れてみました。この輪郭線の濃さというか太さが鬼滅の特徴の一つでもあると思うんですよね。逆にバイオレット・エヴァーガーデンとかの、そういったアニメとかは比較的線が濃くないですよね。色とかもこの輪郭線の太さというか濃さでアニメの雰囲気とか臨場感だったり迫力が変わってきたりもしますよね。なんか全然黒とか茶色とかじゃなくて紫系の線を使ってるそのアニメとかもあるじゃないですか。全然印象が変わってくる部分だと思います。ワンパンマンとかバトル系だと輪郭線は結構太いイメージはありますけどね。はい、では今回は自作で台座を作っていきます。もともとはプラスチックかな、黒色に金の模様に名前入りの、和風テイストな台座になっていたんですよね。元の台座も一工夫あって嫌いじゃなかったんですけど、今回はエフェクトをつけてみようかなって思ったのでもう自作で作ってみました。私の場合まだ台座作りはあまり経験がなくって練習中なのでいろいろと調べたり、考えたりとかしながら実験的な感じもありつつで作っていってます。今回の台座作りで意識したポイントとしては重さのある台座にするということと、あと少し台座の高さを出すということと、あと台座とエフェクトを磁石でくっつけられるようにするという目標で作ってます。結果としてこの3つの目標はなんとかクリアはできましたが、結構大きめのエフェクトを自作しようと構想していたので、なかなか苦戦しました。材料を秋葉に新しく買いに行ったりとか、はたまたホームセンターに買いに行ってみたりとか結構行ったり来たりしながらですね、なんかちょっとそんな感じでやってました。台座が形に乗ってきたら次にエフェクトの造形をしていきました。炎のエフェクトを作っていきます。エフェクトはまずは軸を作っていきます。アルミ線にアルミを巻いたりして軸となる部分をある程度作ってからスカルピーを貼り付けて造形をしていってます。エフェクトで煉獄さんの技のその円弧のような表現もしたかったのでちょっと今回作ってみました。でもいざ作るってなったら正直あんまり資料がなかったのではっきりとした形を作るというよりかは炎がなんとなくそんな形になっているというぐらいの雰囲気ですかね。というのも私が見た限りでは炎で作られている虎みたいなそういうイメージだったので炎の感じも残しつつ造形していきました。台座もそうなんですけど造形もまだ私は練習段階なので思うような形を作るのはまだまだ難しいんですけど、やっぱり今回のような機会がないとなかなか作れないので挑戦してみようっていう感じですね。やっぱり自分でやってみないことにはうまくならないのでこればっかりはこんな感じで少しずつ慣れていくしかないかなって思いながら楽しくやってますね。でもそれが本当に楽しかったりするのでまた少しずつ練習も兼ねて作品として表現できればいいなって思ってます。エフェクトの造形はスカルピーを使っているので温めて固めたらサーフェイスを拭いてス
少し表面の処理などをしてから塗装に入ります。エフェクト部分の塗装に関しては一度全体をエアブラシで塗装をしてます。ツイッターでもつぶやいたんですけど、使用したカラーはシャインレッド、イエロー、オレンジ、小豆色、白、などの色を使ってます。ここからはバランスを見ながら筆で加筆していきます。バランスを見ながら筆で加筆していくにあたって、一度全体に色をのせると全体の雰囲気が見やすいので、今回のようなやり方をすることもあります。筆入れに関してもエアブラシと同系統の色を使って描いていきます。正直エアブラシだけの表現は綺麗なグラデーションが出せるので、そっちの方はリアルな感じにはなると思うんですけど、今回の私の場合は劇中でも描写されてたような輪郭線がしっかりとあるような表現をフィギュアにも取り入れたかったので、あえて思い切って筆を入れてみました。鬼滅って煉獄さんだけじゃなくって、炭治郎とかもそうなんですけど、とにかくエフェクトまでしっかりと輪郭線があって迫力があるのが特徴だなと思っているので、人物同様にエフェクトでも今回表現していこうって思いました。はい、台座とエフェクトが終わったら煉獄さんの日輪刀にも炎をつけてみたいと思います。ちなみに日輪刀も少しリペイント済みの段階です。色味を変えてます。ここの炎の造形は最後にやったんですけど、個人的にここの形が一番気に入ったので、手前左のエフェクトも日輪刀の部分のような雰囲気で作っても面白かったなとか思いつつ、そこはまたの機会があればその時に参考にしようと思います。いやー、造形もなかなか本当に面白いですね。最後の最後になって次作るとしたらこう作りたいなっていうのがもういろいろ湧いてきますね。それがすごい楽しいです。そして最後に台座に文字を書き込んでいきます。鬼滅は前回禰豆子ちゃんをリペイントした時も名前を書道で書いたんですけど、鬼滅の世界観に書道ってとっても合うなと思ってるので、今回も取り入れてみます。今回はどんな感じでいくか、ちょっと少し悩みました。前回のような掛け軸テイストでいこうかなとかって思いながら文字を書いていたんですけど、なんか自分的にしっくりとこなくって、最終的に台座に直接書いちゃいました。文字自体もちょっとアレンジを加えてですかね、なんか私のイメージみたいな感じでそれっぽくしてみました。そしてそんな感じで完成した煉獄さんのリペイントがこちらです。こんな感じで煉獄さんのリペイントが完成しました。今回のリペイントは慣れてない造形とかもしていったこともあり、結構時間がかかってしまいました。でも最終的には結構満足のいく形でなんとか仕上がってくれました。映画の無限列車編を見てすぐにもう塗りたいな、作りたいなってなるぐらい割と感情移入した作品だったので、しっかりと最後まで作れてよかったです。台座作りも造形も難しいとは言っても本当に楽しかったので、少しずつね成長していければなって思ってます。はい、このチャンネルでは既製品をワンランクへのかっこよさにするをモットーにフィギュアのリペイントに関する有益な内容をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。また Twitter では私が現在リペイントをしているフィギュアの過程や YouTube では発信していないような情報も発信していますし、フィギュアの塗装技術を上げるためのフィギュア塗装コミュニティのフィギュアートラボも運営していますので、概要欄の一番下をチェックしてみてください。ではまた次回の動画で。またね。